し、今日はバイパス道路を作っていきます。まずはブルドーザーで土を敷きならししていきます。平らになりました。ちなみにですが、この土部分は、路床と呼びます。次は路床の上に石を敷いていきます。これは石を敷いていて、路盤材と呼びます。路盤材は、本来上層と下層に分かれています。上層と下層で使用する採石が違いますが、後ほど解説します。このゲームでは上層と下層が分かれてないので、1層のみです。さっきより大きいダンプを持ってきました。でかい方がいいに決まってるよな。綺麗に敷かないとこういうことになるという末路。続いては先ほど敷いた採石を転圧していきます。転圧とは、圧力を加えて、粒子間の空気を押し出して、粒子同士の密着を高めることです。この機械では、前方部分のローラーを振動させて、ローラーの圧力で固めています。眩しい。なんでこんなに眩しいんだ。転圧するローラーはもっと大きいサイズもあるのですが、実装されていないので、時間をかけて固めていきます。最後はアスファルトを敷いていきます。この機械はアスファルトフィニッシャーと呼ばれるもので、前の開いてる部分に、あちあちのアスファルトを入れて、後ろの部分から振動させながら敷いていきます。綺麗に敷けてきました。ぴょーん。敷いたアスファルトを、ローラーで転圧します。採石の時とは違うローラーを使用します。グワン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 。この転圧をして、ようやく道路として通行できます。ここで、よくわかる解説。ここまで、舗装工事について軽く説明していましたが、もう少し、詳しく説明します。道路の下は、だいたい5から6層から、構成されています。各層について、順番に説明していきます。路体は、一番下の部分で、土で構成される土台です。その上は、路床と呼び、路盤の下1メートルの土で構成されています。その上は、下層路盤と呼び、採石の層です。使用する採石は、一般にクラッシャランと呼ばれるもので、岩石や、コンクリートの廃材を砕いたものです。その上は、上層路盤と呼び、同じように採石の層です。使用材料は、流度調整採石と呼ばれ、先ほどの、クラッシャランをさらに細かく砕いたものです。最後は、アスファルトの層です。道路を作る場所にもよりますが、アスファルト層は、1層だったり、2層だったりします。基層は、表層の下に敷き、表層にかかる荷重を、分散させる役割があります。最上の表層は、車が通るので、走行性や、安全性が必要になります。この各層が、何センチなのかや、使用する材料については、色々な条件で変わってきます。車がどのくらい通るのか、調節地域なのか。その他に、道路表面には、色々な加工がされていることがあります。普段通る道路でも、少し注目してみてください。以上、よくわかる解説でした。
さて、残り半分の道路も作っていきます。同じようにアスファルトを敷き、最後に転圧して完了です。こうして、道路の舗装が完成します。さて、重機の片付けしますか。ご視聴ありがとうございました。